ねえのぞみ、聞いて。今日さ、駅でね、外国人の人に道を聞かれたんだよ。で、なんとかうまく説明できて、その人がすごく喜んでくれて。それやばくない？そうなんよ。でもさ、それを友達に話したらさ、やばいなって言われて。やばいね。ちょっと待って、のぞみ、やばいって2回出てきたけど、意味が近くない？あ、確かに、最初のやばいは、すごいいいね。で、次のやばいなは、どういう意味で言ったんだろう、私。それよ、やばいって何でもなれるじゃん。ほんとだよ。なんか今日ちょうどいいテーマ見つけちゃった気がする。ということで、今日のテーマはやばい。日本語学習者の皆さんにこのやばいという言葉を完全に理解してもらいましょ完全に理解っていうのがやばいよ。もう使ってる。う。もう使ってる。ということで、レイトナイトジャパニーズチャット始まります。まずね、やばいってそもそもどういう言葉か知ってる？語源的には危険とかまずいって意味だよね。そう、もともとは江戸時代のスラングで、やばって言葉から来てるって言われてる。やばは牢屋版のことを指す隠語だったらしくて、へえ、だからやばい状況っていうのは牢屋に入れられるような危ない状況ってこと？そういう説があるね。要するに最初は危ない、まずいっていうネガティブな意味だったんだよ。やばい、バレたとか、やばい、忘れたみたいな感じ。なるほど。そのやばいイコール危ないのイメージって割と大人の人はまだ持ってたりするよね。私のお父さん世代とか、やばいって聞くとちょっとびっくりする人もいる。何かまずいことがあったのってなって。でも今の若者のやばいは全然違うもんね。そうなど、いつの間にかポジティブな意味でも使われるようになって、今じゃもう何にでも使える最強ワードになってる。最強ワード。確かにね。じゃあさ、現代のやばいってどんな時に使うか整理してみようか。いいね。まず大きく分けて3パターンあると思う。ネガティブ、ポジティブ、そしてびっくり。それぞれ例文出していこう。まずネガティブから。明日テストなのに全然勉強してない。やばい。財布忘れた。やばい。今月お金使いすぎて。やばい。これは昔からの使い方に近いやつだね。まずい、困ったっていう感じ。次、ポジティブ。このラーメンやばい。幸せ。食べ過ぎてやばい。お腹いっぱいすぎる。富士山からの景色やばかった。言葉にならない。コンサートやばかった。もう一回行きたい。花火、綺麗すぎてやばかった。あの人かっこよくてやばくない？あの先輩、話し方がやばい。話し方がうますぎる。あの子、歌やばいんだよ。超うまい。ねえ、やばいだけでこんなに出てくるのやばくない？やばいね。ここでちょっとやってみたいことがあって、やばいをできるだけたくさん使って会話してみよう。楽しそう。やろうやろう。じゃあ始めるよ。ねえ、昨日のあのドラマ見た？見た見た。やばかったよね。やばかった。最後の展開、やばくなかった？やばかったマジで。あの人が犯人とかやばすぎでしょ。でしょ？あれ見た瞬間、やばいってなったもん。わかる。声出た。やばってなった。来週の予告もやばかったよね。やばかった。来週も絶対やばいことなるよ。確実にやばい展開来るよね。っていうか、今の会話、やばくない？やばいしか言ってない。カウントしたら何回言ったんだろでもね、これリスナーの皆さんに分かってほしいんだけど、これ実際の会話でよくあるんだよ。う。そう、日本語ネイティブの会話、やばいの密度高い。特に若い人の会話は、やばいやばい率になってる。やばい率ってなんだよ。ここでね、やばいに関する面白い話をしたいな。あるの？友達に外国人の日本語学習者がいてさ、すごく上手なんだけど、やばいを覚えてから何でもやばいで片付けるようになっちゃって。よくある。でもその子の使い方がちょっとずれてて、例えば先生が今日の発表どうでしたかって聞いたら、やばかったですって答えて。それはすごく良かったって言いたかったのかな？そう、本人的にはポジティブな意味で使ってたんだけど、先生がびっくりして、どこかまずかったって心配して。やばいは TPO を選ぶ言葉でもあるよね。砕けた場面では使えるけど、フォーマルな場面ではちょっと。そう、友達同士やカジュアルな場面なら全然大丈夫だけど、ビジネスや敬語が必要な場面では使わない方がいい。昨日のプレゼンやばかったですねは言わないよね。言わない。そこは素晴らしかったですとか印象的でしたに変えよう。でも最近の若い人は職場でも割と使ったりするよね。職場による。
友達みたいな関係の職場ならまあ、でもリスクはある。様子を見てから使うのが安全だね。最後にちょっと比較をしておきたいんだけど、やばいと似たような言葉にえぐいとかすごいがあるよね。えぐい最近よく聞く。どう違うの？えぐいはやばいよりもっと強くて、ちょっと度を超えてるニュアンスがある。えぐすぎるとかえぐいくらいうまいみたいな感じ。なるほど。やばいより振り切ってる感じ。すごいは一番標準的でポジティブな方向だけで使える。ビジネスでも使える。整理すると、フォーマルな場面ではすごい、カジュアルにやばい、さらにカジュアルにえぐいみたいな感じ？そんなイメージ。でもえぐいはネガティブにも使えて、あいつえぐいことしてくるとか、この問題えぐいみたいにひどいとかハードって意味にもなる。ちょっとやばいより癖が強い言葉だね。だから日本語学習者的にはまずやばいを使えるようになってからえぐいに挑戦する感じかな。やばいは万能選手で、えぐいはスペシャリスト。うまいまとめ方。じゃあ今日のまとめをしましょう。やばいはもともとは危ない、まずいという意味のネガティブな言葉だったけど、現代ではポジティブにもネガティブにも驚きにも使える万能スラング。使う場面はカジュアルな会話が基本。フォーマルな場面では使わない方がセーフ。そしてえぐいやすごいの違いも覚えておくといいよ。日本語ネイティブの会話にはやばいがたくさん出てくるので、ぜひ耳を鳴らしておいてね。今日のリスナーへの質問は、あなたが最近経験したやばい出来事を教えてください。ポジティブでもネガティブでも OK。 コメントで聞かせてね。それがやばいの練習にもなるから。そしてこのチャンネルやばいと思ったらぜひ登録してください。もちろんすごくいいっていう意味のやばいね。そうです。やばいチャンネルになるようにこれからも頑張ります。聞きたいテーマがあったらコメントで教えてください。それではまた次回。またね。